多少身を反らせながら串を打って、それから茹でていくと。身全体をお湯に落とすと。尻尾の部分は落としてから握っていくと。はい、車エビの茹で方ということで、今日はね、こちら大エビと小エビと大きさの違う2種類の車エビを用意しましたので、こちらの火の入れ方を紹介しようかと思います。ポイントとしては、車エビっていうのはね、この頭の部分にエビ味噌が詰まっているので、頭の茹で時間は長くしたいと。逆に身の方っていうのは、エビ味噌に合わせて火を入れると、どうしてもね、パサつきやすいので、頭と身の火の入れ時間を変えるというのがポイントですかね。今回大エビの方は頭付きで、小エビの方は頭を外して茹でていくんですけれど、車エビを頭付きで茹でる場合は必ずね、この生きた車エビ、池の状態で仕入れるというのがポイントですね。それでは、まずはね、こちら、大エビ、頭付きの茹で方から紹介していこうかと思います。頭付きの場合はね、基本的にはエビに串を打って茹でるだけではあるんですが、その際にね、結構ね、元気がいいと、エビがね、バチバチ跳ねて、でね、エビの尻尾っていうのはね、結構ね、尻尾の先が尖っていて、もうこの辺に角もついていたりだとか、結構ね、この暴れた時に指にね、トゲが刺さったりしますので、まずはこういった形で氷水につけて、エビを仮死状態、おとなしくしてから車エビを扱うと。車エビね、氷水につけたては、最初はね、意外とおとなしいんですけれど、水温が冷えてくると、命の危険を感じて、ここから逃げようとね、暴れますので、最初にパッとつけておとなしいからね、これは大丈夫だということではなく、しっかりね、一旦暴れておとなしくなるまで氷水につけると。この作業自体は、うちのね、小エビの場合も同様ですので、事前にこういった下処理をしてから作業をするようにしてください。十分におとなしくなりましたら、ここからね、車エビに串を打っていくと。串の打ち方なんですが、車エビはね、指3本と、小指と親指で多少身を反らせながら、この辺りに串を打って、それから茹でていくと。なぜね、こういったことをするのかというと、エビっていうのはね、繊維が強いので、茹でるとこのように丸まってしまうので、しっかりと伸ばして、この位置に串を打ってから茹でていくと。これね、で、人によってはね、尻尾から打つ方とか、この背わたの位置に打つ方もいるんですが、背わたの位置に打つとね、エビを握る際にね、この背中側を傷つけて、エビに穴が開いてしまうということがあるので、僕の場合はね、多少身を反らせて、腹に打ってから茹でるようにしております。この作業の時なんかもね、しっかりと氷で締めていないと、エビがね、バチバチ暴れて、指に小さい怪我を負いますので、しっかりと氷で締めてから車エビは扱うと。串を打ちましたら車エビを茹でていくと。はい、それではね、こちらの大エビを茹でていくんですが、大エビをね、茹でる際は、こちらお湯にね、お塩をしっかりめに加えてから茹でると。お湯に塩を加えましたら、串の端を持って頭だけ茹でていくと。お湯に塩を強く効かせるとエビがしょっぱくなるんじゃないかと不安になるかと思うんですが、甲殻類っていうのはね、しっかりめに塩を効かせたお湯で茹でてもあんまりね、味が入らないので、その点はね、心配せずに茹でてくださいませと。これね、最初にお話しした通り、エビの頭には、このエビ味噌の部分にはしっかりと火を入れたいんですけれど、この身の部分には火をね、弱めに入れたいので、まずはエビの頭のみに火を入れていくと。この状態でね、2分半ほど火を入れていきます。この時のポイントとしては、このね、お湯の量が少なくて、こんな感じでね、頭が半分浮いたような状態、こういった状態で茹でると、この頭の部分の身がね、しっかりと残らずに破れてしまうので、頭の付け根がしっかりと使ったような状態で、2分から2分30秒ほど茹でていくと。そうで、これ慣れないうちはね、この蒸気でこの持ち手がね、かなり熱くなるかと思うので、そういった時はね、手袋などをして作業をしてくださいと。十分に頭に火を通しましたら、ここでね、一旦身全体をお湯に落とすと。この時にね、落とす時間はね、2秒とか3秒とか、2、3秒お湯に落としますと、エビの身がし
っかりと赤く色づくかと思いますので、そうしたらさっと氷水に落として粗熱を取ってざるにあげると。この状態は頭にはねしっかりと火が入っているんですけれど、この部分は 2,3 秒お湯に落としただけなので、まだまだ中はね生の状態なんですが、この状態で冷蔵庫でねエビの身を10分から20分程度休ませて、それからまたね全体に火を入れてエビを剥いていくと。休ませる10分20分ってね何の時間なんだと言いますと、エビっていうのはね基本的にはこの死んでから劣化するまでが非常に早い動物で、どんどんね自分の酵素で身を分解していくんですよ。でこの生きたエビっていうのはね身が透明なんですけれど、エビの甘みっていうのは死んで10分20分置くと身が白くなってきて、白くなってきた身の方が甘みが強いんですよね。なのでこのエビはね今こっちは完全に火が通っているんですけれど、このね尻尾側の内側の部分、内面の部分はまだまだね身が透明の状態ですんで、尻尾側の身を寝かせて甘みを出すと。そのために冷蔵庫で10分から20分ぐらい寝かせると。この表面に火を入れてしまっているので、なかなかね見た目には分かりづらいんですが、休ませることでエビが随分甘くなりますよと。先ほどのエビを十分に休ませましたら、再度エビを茹でていくと。でこの茹で時間なんですけれど、今回はねこのエビがかなり大ぶりなねエビでしたので、ここから40秒ほど火を入れて、このエビの身のね中まで火を通していくと。エビが小さい場合はね20秒から30秒程度でも火が入ると思うんですが、今回はねエビが大きいので、しっかりめにね火を入れて、時間になったらエビを引き上げると。最初にね頭だけ茹でた場合は氷水に取ったんですが、今回ねこっちの身に火を入れた場合は氷水に取らずにそのままエビを扱っていくと。多少ね温かさが残っていた方がエビは美味しいかと思うので、2回目茹でた後は身が熱いままエビの殻を剥いていくと。茹で上がったエビは、まずはこのように塩を外しまして、ここから殻を剥いていくと。でこの兜の剥き方なんですが、兜はねこのエビのこの目の先の部分と兜の角の部分、この2箇所を、このようにね持って上下に引っ張ると簡単にね外すことができまして、兜を外したら今度は前足の部分、この兜の下に隠れていた前足の部分を掴んで引き離すと、エビの頭の殻を剥くことができると。この部分にねエビ味噌が詰まっておりますので、この味噌をね、無駄にしないように気をつけながら頭を剥いていくと。鮮度のいい生きたエビを使うとこの頭のね肉がしっかりと残るんですが、これがね揚がってるエビだとか冷凍のエビを使うとこのね部分がとろけて、ここが綺麗に残らないんですよね。なので、車エビはねしっかりと生きたエビを使うと。頭が外れましたら今度は尻尾を外していくと。で尻尾はこの尻尾の2本を掴んでひねれば簡単に外れまして、でね問題はねこの部分、この尻尾の一番先のねトゲの部分、ここにねエビの肉が詰まっているんですが、このトゲの部分は尻尾をこのように反対側に折り曲げるとパカッとこの部分が簡単に外れますので、こうするとこのね尻尾の先のエビの身も食べることができると。なので、頭のねこの兜と前足とこの尻尾を最初に外しておくと。頭と尻尾が剥けましたら、あとはねもう簡単にエビの身を剥くことができますので、エビの殻を剥き取れば、大エビの仕込みの完成と。このね頭のこの兜の部分のこのお肉、この部分が最初にね頭だけ茹でる際にお湯への浸かりが浅いとしっかり残らないんですよね。この部分が溶けて破れて抜けてしまうので、多めのお湯でしっかりと頭を全体をお湯につけながら茹でていくと。あとね、頭を剥いた際にこの部分黒い筋が残っている場合はこの筋をね引き抜いておくと食感よくエビを食べられますので、この部分はね顔を外した際に一緒に抜ける場合もあるんですが、もしね身に残っていたらペットで引き抜くようにしてくださいと。ここまでが大エビの仕込み方でございましたと。このエビなんかねだいぶ味噌が詰まっておりますので、
こういったね、エビはエビ味噌の味が濃厚で美味しいんではないかと思われますね。で、ここまで来ましたら、あとはね、エビの身を開いて握って食べるだけと。お腹側に包丁を入れまして、そうするとね、この部分に背わたとね、大エビの場合はこのオレンジ色の卵が出てくるかと思いますので、この背わたと卵を包丁で、こういった形で外しまして、あとは握って食べるだけと。この部分のオレンジ色の塊、このオレンジ色の塊は卵で、頭の部分はね、しっかりと火を通しているので、この卵も食べられますので、僕の場合は、頭側のこの卵は残したまま握っておりますね。こっち側のね、尻尾付近のこの卵、この辺はね、割と火の入りが甘いので、若干ね、生っぽくて僕は抵抗があるので、尻尾側の卵は取り除いてしまうんですが、頭側の卵はそのまま握ってしまうと。卵をね、持っていないこういった個体の場合はね、背わたを外して食べると。エビっていうのはね、大きくなると性転換、オスからメスに変わって卵を持つので、ちょうどね、この大エビ、大体ね、このエビが 40g ぐらいのサイズなんですけれど、このぐらいのサイズになる時にオスからメスに変わって卵を持ち出すということなので、大エビの場合は卵が入っていることがありますので、卵が入っていたら、頭側だけ残して、こっちの尻尾側の卵は取り除くと。卵が入っていない場合は背わたを取り除くと。こちら、このね、大エビを握る場合っていうのは、このね、エビはね、非常に大きいので、半分に切ってね、握ろうかと思うんですが、半分に切るので、頭側と尻尾側にそれぞれわさびを入れると。もっと言うとね、頭はエビ味噌がある分ね、若干ですけれど、このエビ味噌の香りが強くなりやすいので、このね、エビ味噌側というのは、多少ね、多めにわさびを入れて、エビは油気がね、少ないのでわさびが効きやすい。なので尻尾側はわさびを多少ね少なめにして握ると良いのかなと思います。エビを握りましたら、あとはね、エビを半分に切りまして味をつければ大エビの握りの完成と。でね、これエビの味付けなんですけれど、僕の場合はね、尻尾は味噌などのね、コクがない分、シンプルにエビの味を感じやすいと。なので、エビの尻尾側はお塩で、頭側というのは、このね、エビ味噌のコクがね、だいぶ強いので、このエビ味噌の風味と醤油の相性が良いので、頭側は醤油でと、握るようにしておりますね。はい、ということで、こちらがね、まずは車エビ、大エビの握り方と。続いてこちら、小エビですね。小エビもね、大エビと同様に氷水につけてから扱うことは一緒なんですが、小エビの場合はここでね、頭を外してから茹でていくと。で、頭の外し方なんですが、このね、エビの腹のあたりをこういった形で掴んで、左手で身を掴み、半周ほどね、ひねると、自然とこの背わたが抜けてきますので、頭と一緒に背わたを外しながら茹でていくと、頭にくっついてエビの背わたが抜けてくるので、小エビを茹でる際はこの作業をね、先に進めておくと。そう、これね、背わたを残してもエビを開けばね、綿を外すことができるんですが、その分ね、一手間増えますので、あらかじめ綿を抜いておくと。小エビの場合はね、僕の場合は串を打たずに茹でていくと。もちろんね、小エビでも火を入れるとこのように丸まるんですけれど、僕の場合は小エビはね、頭はしっかりとね、沸騰したお湯で茹でて、小エビの場合はね、ぬるめのお湯、50度から60度の間でゆっくりゆっくり弱火で茹でていくので、このね、繊維の収縮がね、そこまで強くないと。なので、串を打たずに作業をしていくと。続いて、小エビの頭から先に茹でていくと。この場合も、塩は強めに入れまして、沸騰した中に頭を落として、このまま3分ほどしっかりめに火を入れていきます。エビの頭も小さいので、実際にはね、2分ぐらいで火は入ると思うんですが、3分ぐらいね、しっかりめに火を入れた方が、エビの頭というのは香りが強く出ますので、頭は、ちょっと長めに茹でていくと。こんな感じでね、アクが出てくるんですけれど、このアクは特に気にせずに茹でていきます。3分ほど経ちましたら、お湯からあげると。頭の方はね、このまま
氷に取ったりせずに、このまま、常温まで冷ましておくと。そう、まあ水につけるとね、香りも味も抜けてしまうので、茹でたらそのまま常温に取り置くと。はい、続いて、こちら、胴体、身の方なんですが、身の方は、これはね、最初に表面だけさっと火を入れると。沸騰したお湯に落としまして、で、まあ5秒から10秒ぐらいですかね。表面がね、うっすらと赤くなるまでお湯に通したら、まあ一度ね、ざるに取り置きます。ではこの後ね、低温でもう一度火を入れていくんですが、最初にね、表面にしっかりと、熱いお湯で火を入れて、殻を剥きやすくしておくと。だからまあ最初はね、この沸いたお湯に落として、この表面だけさっとね、色をつけておくと。続いてね、今度は茹でた熱湯に水を加えて、お湯の温度をね、50度前後に落としていくと。まあ温度計をね、使って測ってほしいんですけれど、まあ大体ね、50度から60度の間、それぐらいにお湯の温度を落ち着けて、このぬるめのお湯にエビを落として、このまま、3分ほど火を入れていきます。そう、大きいエビの場合はね、しっかりめに火を入れて、ミシミシとした食感を楽しむっていうね、あとエビの大きさ、ダイナミックな味わいっていうんですかね。そういったね、楽しみをするのが良いと思うんですけれど、小エビの場合はね、エビの身の甘さ自体は小エビの方が甘いので、小エビの場合は身の繊細さだとか甘さ、それを活かすような調理法がいいのかなと思うので、低温でゆっくりめにね、火を入れて、身の甘さを楽しむと。3分経ちましたら、こっちのね、身の方は氷水に引き上げると。氷水に取ったらね、全体をさっと冷まして粗熱を取っておくと。ここまでが小エビの仕込みでして、あとはね、殻を剥いてエビを握るだけと。まずはね、この身の方から剥いていこうと思うんですが、小エビの場合は弱めに火を入れたので、この尻尾の部分、この部分っていうのはね、なかなか綺麗にね、とんがりを外すことができないんですよ。大エビの時はね、トゲの部分の肉がね、綺麗に残ったと思うんですけれど、小エビは低温で火を入れているので、ここのね、尻尾の身、これなんかはね、綺麗に外れたんですけれど、仕込んだエビすべてを、この尻尾の部分をね、綺麗に外すことが難しいんですよね。なのでね、低温で火を入れた小エビの場合は、最初にこの尻尾の部分、この部分をこういった角度でね、包丁を入れて、最初にね、エビの形を整えてから殻を剥いていくと。この部分にね、エビの肉が詰まっているので、後ほどね、取り出して、ちょっと叩いてね、味噌と混ぜ合わせていくんですけれど、最初に尻尾の部分は落としてから握っていくと。で、尻尾をね、落とせば、あとは簡単にね、殻を剥くことができますので、身の処理はこういった形ですね。殻を剥いたね、エビの身は半分に開いておくと。もしね、開いた際に、このね、背わたの残りがあったら、背わたをきれいに掃除しておくと。頭と一緒に背わたはね、引き抜いているんですが、結構ね、尻尾の方は背わたが残りやすかったりしますので、もしね、目視をして、背わたが残っているようだったら、背わたを取り除いておくと。あとね、腹のところにちょっと黒みがかった強い筋がね、1本こう残るかと思うので、このね、筋も取り除いておくと。これ串を打っていないので火が入ったね影響で優しめに丸まるんですけれど、この丸みを生かしてねお寿司を握ると、これがね、しっかり火を入れてしまうとこの丸まり方がねこのぐらいギュッと丸まって結構硬くなりますので、低温で火を入れるからこそできる握り方っていうんですかね。そうだからしっかりめに火を入れるときは串を打たないとエビの形が丸まってしまいますし、弱めに火を入れるんであれば身がね柔らかく仕上がるので、こういったなだらかなね丸みを帯びてお寿司にすることができると。続いて頭の味噌を処理していくと。頭の剥き方は先ほど大エビの動画で紹介しているので省略しますが、頭を剥きまして、この部分に、箸をね差し込んで硬い足の部分を引っ張ると自然とねエビの頭の身と味噌をね取り出すことができますので、最初にこの頭の部分を身とねエビ味噌を取り置くと。あとはねこの尻尾の部分、この部分に少しねエビの身が残っているかと思うので、この尻尾の身も取り出しておくと。この尻尾の身はね殻を潰しつつね押し出すようにすると簡単に出てきますので、
この頭の身とエビ味噌を取り出しましたら、あとね、尻尾の身を合わせて軽く叩いて、このエビ味噌とね、エビの身のペーストというか、みじんをね、作っていくと。僕の好みはあまり叩きすぎないというか、しっかりね、エビの身の食感が残る程度に叩いて、エビ味噌とこの頭の身のみじんをエビの身にかませてお寿司にしていくと。これね、人によってはね、細かいね、もうペーストにしたがる方もいるんですけれど、僕はね、どちらかというと、物の食感がね、残っている方が好きなので、そこまでね、細かくは叩かないようにしておりますね。あとは、先ほど開いたエビの身に、このエビ味噌をね、かませまして、わさびをかませて、お寿司を握れば、小エビの握り寿司の完成と。小エビの場合は、半分に切らずにね、一貫そのままお出しして食べていただくと。このね、小エビはね、串を打たずに握っているので、横から見た時のね、このエビの曲線が結構綺麗に、見た目がね、山なりの見た目をしていて、僕はね、結構この小エビの握りを気に入っていますかね。大エビのね、エビっぽさ、エビの身とエビの味噌と分けて食べるのも美味しいんですけれど、僕はね、こっちのね、小エビ、こっちがね、結構気に入っておりまして、このね、小エビは食べるとね、最初にエビ味噌のね、風味だとか、あとしっかり茹でた頭のエビの香りが口の中に広がって、その後からね、このエビの身の甘さが、噛むたびに口の中に残るようなお寿司になっておりますので、実はね、僕はこっちの小エビの握りを気に入っていると。はい、ということで、本日は車エビの握り方、大エビとね、小エビ2種類の握りを紹介いたしました。こっちのね、小エビ、しばらくお店のメニューにいると思いますので、興味がある方はぜひね、食べに来てくださいませと。以上でございます。